はい、適当ソーイング。今日はこの道具何って感じなんですけど、洋服を直し屋でよく使う道具ですね。これ意外となんていうんだろう、縫製工場とかはなんかバキュームアイロンとかなんか結構業務用のがちゃんとしてあるのが基本なんですけど、普通のお直し屋、大きくないお直し屋は工業用の直線縫いミシン、ロックミシン、裾上げミシン、ルイスミシンって言うんですけど、祭り縫いのミシンですね。で基本この3台だけでもうなんていうんだろう、何でも直しできるようなスタイルで営業している場合が多いです。でそれに加えてなんていうんだろう、縫製工場みたいにガチの設備、200ボルトみたいな動力電源を使って工場とかは、電気代節約のために、なおかつ大量の人数で大きな電力回して、生産性上げられるようにやるんですけど、洋服の直しって基本少人数でそういうことを直していくんで、家庭用の電源で使えるものでやったり、本当なんて言うんだろう、身の回りのものでうまく、あまりその専用の道具を使わないで直していくっていうのが、基本なんで、あんまその設備にお金をめっちゃかけないんですね。なんで家庭、ホームソーイングでも十分使えるかなと思って、このお直し屋さん珠玉の道具紹介って感じで、今回やっていこうと思います。で、まず見て当たり前のものから説明していきます。なぜかお直し屋さんは竹尺多いですね。今時の人は鉄の定規とかメモリが数字で書いてあるの多いんですけど、なぜかこのね、今の世代からしたらちょっと見づらい、最初ここ5、10どこって感じじゃないですか、自分らの世代って。そういう謎のこういう表記の竹尺を使うのが多いです。利点とかは、なんて言うんだろうな、よくわかんないな。竹尺の利点は僕ちょっとわかんないですけど、お直し屋さんあるあるで必ず竹尺使ってるここで、次メジャーですね。これはもう誰でも使えますよね。これで股下寸法を測ったりいろいろ使ったりします。で意外とカッターですね。なんて言うんだろう、ほどきもハサミと目打ちとかで縫製工場をほどくのが結構多いんですけど、洋服のお直し屋はカッターでバッといくことが多いです。もうほどきの縫いのほどきは3倍かかるって言われてるんで、お直し屋さんなんてそのほどきの仕事がメインになってきちゃうんで、いかにそのほどきをスピーディーにできるかっていうのでカッター使うとこも多いですね。で後日カッターのほどき方の動画を上げてみるんで、それ見てください。で三角チャコですね。もうお直しは必ずと言っていいほど三角チャコ。普通のソーイングとか、縫製工場はこういうチャコ、鉛筆のチャコペンシル使ったりする場合が多いんですけど、お直しの場合はなぜかもうほとんど三角チャコ。結構ストレート線とかシャッと引いたり、するんですね。でこれ使ったりします。であとチャコ消しですね。基本的にこういうやつで、裾上げした後とかチャコ残り消すんですけど、消えないかったりする場合こういうのを使ったりして消してます。であとこれ、布用の両面テープですね。これ貼って、例えばよく使うお直しだとジーンズのリペア、ジーンズじゃなくても何のリペアでもいいんですけど、こういう風に穴破れをガジガジガジってこの裏側に四角の布を貼るんですけど、この四角の布を両面テープで貼って固定して、その上からジグザグやる。じゃないとずれてだいぶ難しいんで、ほとんどリペアの場合はこうやって貼ってやるところが多いです。でこれ全く触れてねえよって感じなんですけど、これ鉄マンとか金馬とか言います。テーラーがよく使いますね。テーラーから来たんじゃないかなって感じで、基本的に、洋服の直しバキュームアイロンっていうのもないところ多いんで、そういうのをこういう馬使って、この馬正直万能な馬なんですよね。細いとこからだいたい太いところまで、
形になってる服を仕上げアイロンしたり、固定したりするのに最適です。これで一番やりいいなと思うのが袖の、これジャケットなんですけど、ジャケットの袖丈詰めとかですね。ジャケットの袖丈詰めってここ切って、でアイロンで裾を折らなきゃいけないし、その折る前に接着芯とか貼ったりするんですけど、それを芯貼る時にどうしてもよくある縫製工場の馬はこういう細長いスティック状のやつなんで、それ使って芯貼るのちょっと貼りづらいんですけど、これ細いとこから広いとこまであんでどこでも対応できるんで、極端な例で言うとこういう風に潜って、どっち側でもいいんですけど、こう潜ってアイロンでこう芯を貼りやすいですね。でこうやって調整すれば貼れるスペースも増えるし、少なくしたければ細い場所まで対応できるんで、この金馬とか鉄マン、これちょっとネットで探して URL あったら貼ってみます。はい、基本的にこういうのを使って、洋服の直ししてます。でちょっと裾上げの裏技っていうか、かっこいいって僕が初めて見た時に思った技、これズボンのパンツですね。パンツの丈詰めだった体でやってみます。でこうズボンやって、でまず股下測るんですよね。で股下メジャーでこう測って、で股下なんぼですよっていうのを指定するときに65だとします。そしたら65のとこに線引くんですよ。でその後にこの定規使って印していくんですけど、だいたいストレートにこう引いてきます。でこの時基本的にこれ曲がっちゃった。基本的に裏側線引く時に裏返して引くじゃないですか。でも洋服の直し屋さんとかはかっこよくこうやってペロってめくって後ろにチャコしてこうやってピーって、それでこうやって引けるんですよね。だから三角チャコじゃないとこれって多分できないですね。鉛筆だとちょっとやりづらいと思うんで、こういう風にやって、靴ずれとかついたりする場合はここにちょんと印入れて、でその場所に靴ずれをパスッとつける。そういう印もこうやって一瞬でお直し屋さんはつけたりしてかっこよくやってますね。で三角チャコ、そういう時に使えるんじゃないかなとか、あと書きやすいっていうのはありますね。鉛筆も書きやすいかもしれないけど、こういうタイプの鉛筆すぐなくなるし、多分芯がこんなちょっとしかないじゃないですか。その分ここ全部芯みたいなもんなんで、回せば尖ってる部分も使えるし、そういう風に、都合がいいんでしょうね。細かいことはちょっとよくわかんないですけど、で今日はこんな風に洋服屋さんのお直しにある道具使えば、自分のソーイングライフもうちょい豊かになるというか楽しくなるんじゃないかなと思って紹介してみました。一概に、これ以外のものがあったりする使うのもよくあるんで、お直し屋さんにしかないよねというか、お直し屋さんがよく使うよねみたいなので紹介しました。はい、ご視聴ありがとうございました。